皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日も動画を見ていただいて、どうもありがとうございます。ミニマリストリーです。今回も音声によるラジオ形式でお届けします。家の中を見回して、家から物を減らさなくちゃと思っている方って多いと思います。でも、捨て活や片付けをしたい気持ちはあるのにできないっていうことはよくありますよね。手放さなくちゃ、捨てなくちゃと思いつつも、思考が停止してしまって、物の量に圧倒されてしまって、呆然としてしまったりしますよね。そういう時は多分、今から整理整頓もして、掃除もして、無理という感じになっていませんか？その考え方を変えてみましょう。考え方を変えればできるようになります。そして何から始めればいいのか、具体的なお話をします。この動画を見れば必ずできるようになるので、ぜひ最後までご覧くださいね。そしてチャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。皆さん、理想の家とか理想の部屋というイメージを持っていると思います。でも実際に自分の部屋を見てみると、その理想には程遠いって感じてしまってるんではないでしょうか。例えば理想の部屋はインテリア雑誌の写真みたいなおしゃれな部屋だったり、ネットで見るような何もないミニマリストの人みたいな部屋だったりすると、今の自分の家の状態から理想の部屋が遠すぎて行き着くことができない、無理、現実的じゃないって感じてしまいますよね。その瞬間に諦めたり、やる気がなくなったり、思考停止してしまうかもしれません。では、どうしたらいいでしょうか。考え方を変えてみましょう。自分の捨て活の目標を考え直してみるんです。自分の目標は整理整頓することではないということを認識することが重要です。美しくレイアウトしたり、おしゃれな部屋にすることは考えなくていいんです。快適に住める空間にすることが目標なんです。そして快適な家にするには、家にあるゴミや不要品を外に出すだけでいいんです。家からゴミや不要品を追い出すことだけを目標にするんです。これは整理整頓するにしないにしても、どのみちしなくてはいけないことだし、まずゴミや不要品を家から出すのが先決です。なので、整理整頓するということは一切忘れて、ゴミや不要品を手放す。それだけ考えましょう。ゴミや不要品を家から追い出すだけで、その過程で自分が何を持っているのかを自動的に知ることができるし、持っていたのに忘れていたものも出てきたりします。整理整頓のことは一切忘れてください。物を置き直したり、並べ替えることは考えないでください。ゴミや不要品を家から出す。そこだけに焦点を当てます。一点集中です。考えることややることが少なくなればなるほど、やらなくちゃいけないことが少なくなって、プレッシャーも少なくなります。捨てるだけでいいんだって思うだけで気が楽になります。では実際に始めましょう。私の動画を見てくださったことがある方ならお分かりになると思いますが、はい、まずゴミ袋を用意します。ゴミ袋を手にして開いてください。ゴミ袋なしでは捨て活は始めないでください。これは後でゴミとして捨てようって思って横に分けておいたり、床に置いたりしただけでは、後で面倒くさくなって放置してしまったり、結局どれがゴミでどれがゴミじゃないのかわからなくなります。ゴミ、不要物と判断したらすぐにゴミ袋に入れて、そのまま外に出せるようにしましょう。捨て活の最初のステップは、家からゴミや不要品を追い出すことです。不要品がいっぱいある家の問題は、視覚的なごちゃごちゃがたくさんあることです。あらゆる場所に物があるっていう、この視覚的なごちゃごちゃが一番悪い影響があります。でも、ゴミや不要品を手放せば、家の中に空きスペースができて、視覚的なごちゃごちゃが減ります。
視覚的なごちゃごちゃが徐々に減っていくと、思考停止しないでちょっとずつ前に進むことができるようなポジティブな気持ちになってきます。捨てられない人の特徴なんですが、家にゴミや不要品は一つもないし、全部必要だし、全部使っているって考えてしまうんですが、たとえそう思っても頑張ってゴミや不要品を探してください。将来こんな部屋にしたいとか、素敵なインテリアにしたいとか、遠い将来や大きな夢のことを考えるのではなくて、今そこにあるゴミや不要品を捨てるんです。手放すんです。ここにゴミや不要品はあるか、ゴミや不要品を探すことに集中しましょう。難しい判断なしで捨てられるものはないか、プレッシャーを感じないで手放せるものはないかって考えながら、まずは手を動かして行動を始めるんです。これは捨て活の中でまずやらなくてはならないことで、最も重要なプロセスなんです。そしてこれをすることによって頭が動き始めるんです。何が実際に家にあるのかが見えてくるんです。例えば山積みになった荷物や雑貨をただ眺めていたり、ぎっしり入ったクローゼットのことを考えているだけではなくて、実際にそこにあるものを一つ一つ見て、これはゴミか？不要品か？これは使っているか？必要か？を一点一点手に取ってチェックするんです。実際に手を動かしてやることで、その山の中に何があるかを知ることができるんです。山になっている状態のものを見ているだけでは、この山積みの中には多分きっといろいろなものがあって、それを捨てるかどうかは大きな決断が必要で、それはすっごく難しくてプレッシャーを感じるし、今はやらないでおこうと思ってしまいます。そうではなくて、実際に山を崩して見てみて、手に取ってみて、一つ一つのアイテムに焦点を当てて、一つ一つ判断するんです。その中から明らかなゴミを最初に捨てていきます。すると簡単に続けることができます。ゴミとして家から追い出すものは、感情移入せずにゴミとして捨てられるもの、プレッシャーを感じないで捨てられるもの、決断とか決意なしで捨てられるもの、そういったものから先に捨てていきます。どのようなものがゴミ候補なのかは別動画を用意していますので、ぜひご覧になってくださいね。どんどん手放していって不要品の数が少なくなってくると、だんだん自分が捨てる基準ができてきます。紙くず、お菓子の空き袋、段ボール、空き箱、ペットボトルなんかの明らかなゴミを捨てることで何も損はしないし、後で捨てるんじゃなかったと後悔することは全くありません。捨ててすっきりしたという爽快感と、できたっていう成功した気分を味わえます。そして今後の捨て活をだんだん楽に進めることができるようになってきます。まずはゴミを捨てることから始めてください。ゴミを出すことから始めることには何のリスクもありません。メリットしかありません。過去に捨て活に失敗してしまったっていう経験がある方も、家が少しでもすっきりすれば、それは成功したことになります。ちょっと前に進んだことになります。これで自信がつきます。次にやらなければならないことは、ゴミの日にゴミを出すことです。これとっても重要です。ゴミ袋にまとめただけでずっと家にある方も結構いらっしゃいます。そうならないためには、ゴミ収集日に合わせてやるということも有効です。ゴミ収集日をきちんと知っておいて、前日に捨て活ルーティンを行うっていうのも有効です。ゴミ収集日に合わせて、例えば毎週火曜日は捨て活の日のように毎週のルーティンにしてしまうと、習慣にすることもできておすすめです。見える場所から始めるっていうのも大事です。何事も効果が見えないとやる気が出ませんよね。なので見える場所からまず始めるのがおすすめです。床の上とかテーブルの上に何も置いていないと
パッと見きれいに見えます。なので、扉がある棚とか引き出しの中はとりあえず手をつけずに、パッと見で印象が決まる床の上、テーブルの上、ソファーの上から始めましょう。そしてゴミや不要品がなくなったら写真を撮って、よし、ここだけはゴミと不要品を片付けた、きれいになったと確認して達成感に浸ったり、その写真を家族や友人に送って自慢してもいいかもしれません。ちょっとでもいいからできたことを誇りに思うって大切です。そして小さな場所から始めるのも重要です。家中の棚や引き出しから全部物を出して床に並べてはいけません。家中を一気にやろうとしてはいけません。失敗のもとです。小さな場所から始めましょう。今日は玄関だけ、ソファーの上だけ、ダイニングの上だけと小さな場所から始めましょう。そして疲れたら今日はもうおしまいにする。そして捨て活が完了した部分を自分で褒めてめでる。明日もこんな成功体験がしたいなっていう気分になるというのが結構重要です。何がゴミで何がゴミじゃないかの判断は人によって違います。誰が見てもゴミと思えるものでもどうしても捨てられなかったり、ゴミや不要品なんて一つもないと思ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。ここでゴミ認定するためのちょっとした基準についてお話ししたいと思います。1、壊れたものは捨てる。壊れた家電、割れたり欠けた食器、破れた服、こういった壊れたものはすべてゴミです。壊れた食器は金継ぎして直したら使えるようになるかもと思ってしまうかもしれませんが、長年壊れて放置してあるなら将来金継ぎで修復することはまずないでしょう。また家電も次に電源を入れた時には自然に治っているかもと思ってしまうかもしれませんが、そういうことはまずありません。いつかきっと自力で修理をという方もいらっしゃるかもしれませんが、長年壊れて放置してあるならゴミです。手放しましょう。2、好きじゃないものを捨てる。使ってみて、これ使いにくい、調子が悪い、サイズが合わない、好きじゃないと思ったものはすぐに捨てましょう。引き出しや棚に戻さないで、ゴミ袋にすぐに入れましょう。そういうものでもなぜか引き出しとか棚に戻してしまって、今度捨て活するときにまとめて手放そうと思ってしまいがちですが、すぐに捨てましょう。3、自分の快適さを最優先に考える。自分の家は大事ですよね。ローンを払っていたり、家賃を払っている自分の空間です。この自分の空間で快適に生活するために、生活の支障になるものは捨てることができると考えていいと思います。まだ使えるのに捨てたらもったいない、罰が当たる、そんな言葉が頭をよぎりますが、そういった言葉は封印して自分の快適さを最優先に考えていいと思います。家の広さは限られています。置けるものの量は限られています。そこに限度以上のものが入ってきたら住みにくくなります。心地よく住むには自分の家に入るだけのちょうどいい数のものだけを置くことが重要なんです。4、家は倉庫じゃない。今更という感じですが、家は住むための場所ですよね。ソファーでくつろいでテレビを見たり、テーブルに座ってリラックスして食事をしたり、床にマットを敷いてヨガやストレッチをしたり、快適に暮らしていくべき場所ですよね。でもソファーの上に洋服が積み上がっていたり、テーブルにゴミや不要なものがたくさん置いてあったり、床に物がいっぱいで避けながら歩かないとならないんであれば、快適に暮らしているとは言えません。家が倉庫になってしまっている場合も多いかと思います。家は倉庫ではありません。ましてやゴミ箱でもありません。物が多すぎる、住みにくい、足の踏み場もない
という方は、家全体が物置化してしまっていることを認識することが大切です。私も以前、なんか家が物置みたいになっていると気づいたとき、これじゃいけないと思い始めました。壊れたものや使っていないものを手放せなくて、そういったものをとりあえず取っておくために、どこにどう収納していこうか悩んでいて、適当な隙間にしまったり、床に直置きしたり、奥の方に置いて隠したり、見るだけで嫌になるものがいくつもありました。すべてに共通するのは、せっかく買ったのにもったいないということでした。でも、こういったものがずっと重荷になっていて、家の場所を取るし、精神的にもずっと負担になっていました。そして場所を置き直したり、ついたほこりを拭いたり、おしゃれな箱に入れ直したり、試行錯誤していました。でも、捨て活を進めながらある日、もういらない、捨てるという気持ちになりました。そういった気持ちになった時が実はチャンスです。気が変わらないうちに手放しましょう。家の外に出しましょう。ほんの一部ですが、私が手放して気分爽快になって気持ちが軽くなって本当に捨ててよかったと思った例をシェアしたいと思います。それを手放すことによってものすごい爽快感を味わえました。両面ガラスクリーナー。ガラス掃除専用の両面ガラスクリーナーを持っていました。窓を拭くための三角形の道具ですね。磁石でくっついて裏と表の両面を一気に拭けるっていう道具でしたが、磁石が強すぎてなかなか動かないから結構すごく力がいるし、一旦磁石が外れると外側の三角形が窓の下に落下してすごく使いにくかったんです。掃除した後のツールのケアも面倒だし、窓を拭かなくちゃって思うだけで憂鬱でした。これを思い切って手放しました。掃除道具スペースに空きができて心も軽くなりました。スチームクリーナー。高温のスチームで洗う洗浄機ですね。窓枠や網戸や雨戸の掃除に使っていましたが、水を入れる口が小さくて、水を入れるだけで大変だし、そんなに汚れは取れないし、熱い蒸気が出て危険だし、とにかく重い。スチーム洗浄機を使って掃除をすると思うだけで気が重いものでした。でも思い切ってそれを手放したら気分爽快でした。なんで今まで五章大事に持っていたんだろうと我ながら不思議に思います。余った棚の1段。4段組のプラスチック隙間ラックの1段が余っていて、何かに使えるかなと思い何年も取っておきましたが、結局使う機会はなくて、でも場所を取っていてずっと邪魔でした。これも手放して気分爽快。困っていた置き場所の問題も解決しました。壊れたロボット掃除機。スイッチを入れるとすぐに止まってしまって調子が悪くて、でも修理に出すととっても修理代が高くて、新しいのを買った方がいいかもっていう状況でした。でも新しく買うとなるとやっぱりそれなりに高いんですよね。なので YouTube の動画を見ながら自分で修理できたらいいなと思いつつ、でも時間がなくてずっと置きっぱなしでした。もう一台ギリギリ動いている掃除機があるからそれでいいかなという妥協もありました。最近ちょっと時間があったので YouTube を見たりサイトの情報を見ながら全体を分解して考えられるすべてのことをやってみましたが、やっぱり動きません。気がついたら4、5時間経っていました。以前も何度か自力で買いたいと修理にチャレンジしたんですが、これはもうものすごい時間の無駄遣いです。諦めて捨てることに決めました。そしてゴミ袋に入れた途端に気持ちがすごくすっきりしました。古いノートパソコン。だいぶ古くて新しい OS は動かないし、ゴム部分は劣化しているし、キーボードも歪んでいる古いノートパソコンがありました。でも下手に廃棄するとハードディスクの内容を第三者に読み取られてしまうかもしれないし、と心配してずっと思っていました。
そして時間がある時に分解してハードディスクを取り出した時に、もしかしたらパーツに分ければ売れるかもと思って液晶とかメモリとかボードに分けてとりあえず全てを持っていました。でも実際にオークションに出品するってなると、そのパーツの写真を撮ってスペックを調べて内容を記載して出品してと膨大な時間がかかるんですよね。しかも売れるかどうかわからない。売れた時も送料がかかるし、正常に動作しないと返品される可能性もある。そういったことを考えたらもうめんどくさくなって一気に廃棄しました。そしてゴミ袋に入れた途端に気持ちがすごくすっきりしました。品質の悪い使い捨て手袋。サイズが異常に小さくて手になかなかはまらない。伸縮しない。品質が悪くてすぐに破れてくる使い捨て手袋をずっと持っていました。すぐに破れて水が入ってくるから水仕事には使えないし、でもいつか何かに使うかも。何かを捨てるときとか、手に触ると肌に良くない何かをちょっと触るときとかと思って3年以上持っていました。でも結局使わないんです。使っているうちにすぐに破れて液体が肌に触れるのは嫌だし、ちゃんと使えるゴム手袋を使ってしまうんです。捨ててすっきり気分爽快になりました。アイロン台のカバー。アイロン台ってアイロンがよく滑るようになるから使いやすいんですよね。でも持っていたアイロン台のカバーは滑り止め加工がしてあるような感じで、アイロンが引っかかって本当に使いにくいものでした。なので手放そうとしたらブランド物で高かったらしくて、もったいない、いつか誰かにあげればきっと喜ばれるよと言われて、なかなか捨てさせてもらえませんでした。こんな使いにくいアイロン台のカバー、誰も欲しくないよと思いながらずっと持っていたんですが、大きくて邪魔だし困っていました。でもこっそり手放しました。捨ててすっきり気分爽快になりました。以上がほんの一例です。買って失敗したもの、いろいろあります。でもそれは買って失敗したと認めて、今後は気軽に買わないぞと決心すればいいだけなんです。買ったりもらったものはいつまでも持ち続けなければいけないっていう決まりはないんです。これらを手放した時の爽快感は結構すごいものでした。捨て活ってやっぱり心や体にいいって実感したほどです。使っていないのに、いらないのにずっと持ち続けていることによって重い気持ちをずっと背負ったまま生活していたんだなって気づきました。掃除を面倒にさせて気持ちの負担を増やして重荷になっていたことに気づきました。無限ループの元なんです。不要なものが捨てられない。場所を取って負担になっている。片付けるのが嫌になる。そこにあること自体が重荷になってくる。埃が溜まってますます嫌になる。掃除したくない。不要品を捨てる気にならないっていう無限ループに陥るんですね。ゴミや不要品を家の外に出した後のこの爽快感を皆様にもぜひ味わっていただきたいと思います。なんだか全然動きやすい。動線を遮るものがない。物を取るときに何かを避ける必要がない。目の前のごちゃごちゃが全然ない。机の上を拭くのに、まず上を片付ける面倒がない。すぐに拭ける。と結構感動します。5、完璧にやろうと思わない。手放したいけど、捨てるのはもったいない。気が引ける。とどうしても思ってしまうかもしれません。でも寄付する場所がないとか、買い取ってくれる中古店が遠いとか、ネットオークションで売りたいけど時間がないとか、いろいろな理由があって寄付できない、買い取りにも出せないということはあると思います。ただ捨てるだけではなく、寄付したいとか、売って少しでも元を取りたいとか思うかもしれませんが、そうするために家にまた不要品がずっとある状態になる可能性は高いです。時間がない、車がない、遠いとか仕方がないときは単にゴミ箱に捨てるだけでもよしとしましょう。さて今日は
捨て活したいけど何をすればいいかわからない方に向けたお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。今回の動画をぜひ参考にしていただければと思います。そしてこの動画の内容がためになった、他の動画もまた見てみたいと思ったら、ぜひチャンネル登録してくださいね。皆様の捨て活に関する悩みについて、ぜひ概要欄にコメントを書いて教えてくださいね。このチャンネルでは、捨て活に関する動画をいろいろ発信しています。なかなか手放せない、捨て活が始められないという方は、ぜひこのチャンネルの他の動画も見て、モチベーションをアップしてくださいね。最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。